黒ずきんの目次へようこそ。前回これからエスプリットを触るよという人へ向けて必要な情報をすべて網羅したエスプリットの教科書を開きました。エスプリットを一から覚えるにあたって非常に充実した内容に仕上がっているだけでなく、エスプリットがより楽しくなる一冊となっています。ぜひ覗いてみてね。今回はこの間の配信でも紹介したマスターデュエルでのエスプリットのデッキ構築についてお話しします。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。エスプリットで相手ターンに妨害を作るには、ロリクジャク1枚からでは不可能で、彼女の儀式召喚含めプラスアルファが必要になることを考えると、実質3枚初動以上になります。消費の少なさ的には、新玉、おわさき玉プラスひもろぎの組み合わせが最もコスパが良いのですが、ここでテラフォーミング及びボン回しの禁止がネックになります。竜の警告、暴竜の戦慄デストルドー、エンシェントフェアリードラゴンのルートでもフィールド魔法には触れますが、コストが重く、別でシンクロ素材の捻出が必要ですし、その他の召喚剣を使わずにフィールドを触るギミックも、ひもろぎに触れても下級スピリットに触れるわけではないため、単純にノイズの多さが気になります。となるとマスターデュエルのエスプリット的には、新玉を除くひもろぎ前提の下級スピリットは控えめに、正規の方法でのロリクジャクの儀式召喚を狙う必要があるわけです。前述の通りロリクジャク展開では、プラスアルファでもう1枚必要になることもあり、ひもろぎに関しては3積みを推奨します。名称位置のない初動ですし、リソースの循環も担うこのデッキの核ですので、腐ることはまずないです。ロリクジャクの儀式召喚にあたって、召喚剣はなるべく下級スピリットに割きたいため、デクレアラーディバイナーやマンジュゴットは不採用。代わりにアークデクレアラーを墓地に壊しつつ、バンドロープラス手札入れ替えのできる検定ギミックや、レベル4のロリクジャクはもちろん、デビリチャル・カリスライム経由での儀式魔法へのアクセスも担える儀式の準備、ヒメクジャク・ヒコクジャク本体にしか触れないですが、盤面形成にあたって2枚サーチがシンプルに強力な儀式の下準備を採用しました。検定ギミックではサラマングレード・アルミラージとセキュアガードナーを採用することで、手引きしたくないマクシムスドラグマも初動になれますし、儀式の準備に関しては、個性体サウラビスを採用することで、ベーラー無限のケアにもなります。下準備や諸託弱、天下のサーチ先がなくならないよう、帰国弱は2枚、コーリングは3枚あると安心です。2巡目の妨害を考えると回収のできない天下は2枚欲しいようにも思えますが、2巡目は天の岩とロックがおおむね決まりますのでピンにしました。使用感が良かったのでエスプリットパワースポットを採用。素引きしててもノイズになることなく3枚初動を2枚初動にしてくれますし、足りない火力を補えることはもちろん、ひもろぎと合わせてエンドフェーズごとに3枚手札が増えていくのが強力でした。エクストラデッキは天定ギミック用カード5種に続いて、マクシムスドラグマの素引きケアができるアルミラージとセキュアガードナーを優先。マスターデュエルではガンマを使えるので、エルフやリトルナイトをリンク召喚すれば、苦手なベーラーや無限をケアしてくれます。また、エルフでダイナモンドを使い回して、毎ターンデッキバウンスする動きも強力です。ダイナモンドは墓地の儀式モンスターをデッキに戻す効果もあるので、下準備や天下のサーチ先の不在も回避できます。2巡目で場にエスプリットトークンが4体並べば、トライブリゲード強調のシュライグを出せます。その他にもエスプリットの2巡目はスピリット勢の帰還や、ひもろぎやパワースポットの回収、サーチで手札枚数がすごいことになるので、サリュージャ・スカルレットが強そうです。エスプリットトークン2体のうち1体をリンクスパイダーに変換して、残りは新玉プラス先玉で出すことができます。長いことエスプリットを使っていますが、これ以上が見つからず行き詰まっているのが現状です。頭でもお話しした通り、召喚剣を使わずに下級スピリットとひもろぎを揃える手段がないのが一番の課題でしょう。エスプリットカード全般の素引きも儀式デッキ特有の事故につながりやすい原因なので、
これらを薄める意味でもデビリチャルを軸にした60構築の方が安定するかもしれません。また、エスプリットでは後攻を取ることで手札要求値を下げることができます。相手の場にカードがあれば、姫クジャク、被告ジャクのデッキ手札からの下級スピリット SS 効果で、風属性スピリットを場に2体並べることができるため、よりクジャク1枚からでも盤面を作れるようになります。被告ジャクでの怪獣の使い回しもできてちょっと面白そうです。それでは次回の黒ずきんの目次でお会いしましょう。